コーポレーションが今年2012年の4月の下旬から販売を予定しているヤマハの海外向けニューモデル TMAX530 に試乗しています。 TMAX といえば日本はもちろんのこと、海外、特にヨーロッパに熱烈なファンを持つヤマハの代表的なスポーツスクーターなわけですけれども、先代モデルの評価が非常に高かっただけに、今回のモデルチェンジでその走りがどれほどレベルアップしたのか、そのあたりが非常に気になるところです。今回のモデルチェンジ、ポイントがいくつかあるわけですけれども、まずはこのエンジンの排気量の拡大による運動性能のアップ、そしてですね、車体全体の軽量化、特にバネ下の軽量化ですね。その他、見ればもうすぐパッと分かるポイントではあるんですけれども、駆動形式が従来モデルのチェーン2段掛けから非常にシンプルかつ軽量なベルトドライブ方式に変更されています。この辺りは全体の軽量化、特にバネ下重量の軽量化にも深く関わっている部分なんですけれども、その辺りもじっくりと味わってみたいなと思います。まずエンジンなんですけれども、形式は水冷4ストローク4バルブ DOHC 並列2気筒エンジンを搭載しています。ご存知の方も多いかもしれませんけれども、この TMAX530、先代モデルもそうなんですけれども、シリンダーがほぼ水平に寝かされて、マウントされているということで、非常にエンジン自体の設計が低重心になっているということです。外装類を剥ったストリップの写真を見たことがある方はご存知かもしれませんけれども、スーパースポーツ並みと言ってもいいぐらい、極太のアルミフレーム、ちょうどその一番低い部分、車体の中央部ですね、そこに、このエンジンがマウントされているということで、車体全体がですね、非常に重心が低くなっているわけです。これによって、例えば交差点のストップ&ゴーでもキビキビとした走りはもちろん可能ですし、それこそ歩くよりもゆっくりと進む、そういったごく低速での扱いというのも非常に簡単になっています。それとですね、街中で非常に扱いやすく、通勤快速としても最適だなと感じたポイントがブレーキです。今回のモデルチェンジで前後のブレーキにも改良が施されているんですけれども、フロントのフローティング方式のダブルディスクが強力かつ扱いやすいのはもちろんなんですけれども、今回のモデルチェンジでリアのブレーキディスクも台形化されてるんですね。それによってリアブレーキ非常に扱いやすく、強力かつコントローラブルになっている、それがですね、大きなポイントだと思います。こういったビッグスクーター、特にリアブレーキを多用する人が多いと思うんですけれども、このリアブレーキに関して言うと、個人的な感想ですけれども、今回のこの新型のリアブレーキ、これはもう絶品だと思います。街中での扱いやすさ、キビキビとした走り、低重心設計による安定した車体、そういった意味では通勤快速としての素養もこのモデル十分持っているなと、そういう印象を受けました。今日は東名高速を走っているんですけれども、高速道路上の乗り味、これもですね、なかなか楽しいです。この TMAX のエンジンなんですけれども、ピストンの形をしたバランサーを内蔵してるんですね。で、そのピストン型のバランサーによって非常にスムーズな走りが実現されているわけですけれども、ただ単にスムーズなだけではなくて、アクセルを上げた時にグリグリとした非常に強いトルク感を感じます。実はこれロングストロークエンジンなんですね。シリンダー、ピストンのボアがですね68ミリ、ストロークが73ミリということで、結構なロングストロークエンジンになっていて、先ほど言ったグリグリとしたトルク感、これはやはりロングストロークエンジンによってもたらされている部分が大きいんじゃないかなと、そんな気がします。今回のモデルチェンジで車体全体としては約 5kg の軽量化されているということなんですけれども、そのうち約 4kg が前後のバネ下の軽量化によるものということなんで、こうした高速道路を乗っていると、そのあたり、特にリアで強く感じますけれども、バネ下の軽量化がもろに効いているなと、そういう乗り味になっています。リア周りがですね、非常にしっとりとしている、これがですね、おそらく誰が乗っても実感できるんじゃないかと思うぐらい、強く効いていますね。路面を強く捉えて離さない、非常にロードホールディングがいいリア周りになってます。これだけスポーティーなモデルでありながらシート下ですけれども、そこそこのトランク容量もあるということで、フルフェイスヘルメットはもちろん、例えば、通勤用のカバンであったりとか、ちょっとしたアタッシュケースなんかも余裕で収納できる、そ
そういった利便性も決して犠牲にしていないということで、この T-MAX ですね、通勤快速としてはもちろんなんですけれども、ツーリングモデルとしても非常に高い能力を持っているなと、そういう印象を受けました。はい、T-MAX530 が本領を発揮するであろうワインディングをいよいよ走り始めたんですけれども、ワインディングでは非常に扱いやすく、なおかつ速いなというイメージが強いです。まずそう感じる理由の一つがこのエンジンですね。もう右手に対するレスポンスが非常にダイレクトなのと、エンジンの吹き上がりが非常に速く、一般的なスクーターのように回転は上がってるんだけども加速がもっさりしているというところが一切なくて、ヤマハがですねこのモデルをオートマチックスーパースポーツと表現しているわけですけれども、乗るとですねその意味がよくわかるなと、そういう感じがします。このエンジン、高速道路上でも言いましたけれども、低速からですね非常にグリグリとした強いトルク感があって、それに応じてですね、駆動力、トラクションですね、それもリア周りに強くかかる、そんなフィーリングが強いですね。剛性の高い車体に非常にバネした重量を軽減して動きの良くなった足回り、これを組み合わせているということで、こういった多少荒れたワインディングを走っていても前後の足回りがしっとりと路面を捉えて離さないと、非常にロードホールディングが高いなというイメージが強いです。それに関して言うとやはりリア周りですね。リアのですね路面追従性、これはなかなか一般的なスクーターでは味わえないんじゃないかなと、そう感じるほどにですねリア周りのロードホールディングが非常に高いです。リアのタイヤがですね、160とスクーターとしては幅広のタイヤを履いているということもあって、リアブレーキのですね制動力、これが非常に頼もしいなと、そういうイメージが強いです。強力なフロントブレーキを生かして走ってもいいですし、この非常にですねタッチがいい、リアブレーキ、これを当てにしてリアブレーキだけでも十分にワインディングを駆け抜けることができる、そういう印象が強いです。この、T-MAX530 のブレーキ、前評判高かったわけですけれども、このスタンダードのブレーキを味わいたいということで、あえて今日は ABS なしの、T-MAX530 を試乗しているんですけれども、これだけですねスタンダードのブレーキの出来がいいと ABS もですねぜひ試してみたいなと、そんな気持ちが強くなってきます。私はですねツーリングライダーなので、こういった、非常に気持ちのいいワインディングロードでもそんなに車体を深くバンクさせるということは実はあまりないんですけれども、車体全体の重心が異例に低いので、そんな私でもですね結構深くバンクを取れてしまうと、そういう感覚が強いです。これだけでエンジンにですねリアタイヤのエッジに乗れる感覚のオートバイというのもなかなか少ないんじゃないかなと思うぐらい、この T-MAX530 低重心がですね非常に効いている、そういう感覚が強いです。フロントのカウル周りのボリュームもかなり抑えられて、ウィンドスクリーンの面積もちょっと小さめという感じもするんですけれども、ウィンドプロテクション自体はですね十分だなという感じがします。ウィンドシールド、ライダーの好みによってですね、ワンタッチではなくて交互を使うんですけれども、55ミリほど高くすることもできるということで、こういった面では非常にライダーの好みであったりとか利便性にも配慮された作りになっている、そう言えるんじゃないかと思います。この T-MAX530 に関して言うと、これだけ扱いやすくてスポーツ性も高いハンドリング、そしてグリグリと低速からのトルク感も楽しい、そして吹き上がりも非常にスポーティーな最新のロングストロークエンジンということで、この辺りはですね、ビッグスクーターというだけで経営していた向きにもぜひ試乗してもらいたいなと思いますし、 T-MAX の中来モデルのオーナーですね、そういった方にもぜひ乗ってもらいたいなと思います。この T-MAX530 の、大きな走りのレベルアップ、これには多分驚かれる方も多いんじゃないかなと、そんな気がします。